すずすずのモデルラボへようこそ。明けましておめでとうございます。2024年もすずすずのモデルラボをよろしくお願いします。2024年最初の作品はモデロイドシリーズから発売された100分の1ザブングルをデザートカラーに全塗装したのでご紹介いたします。ちょうど1年前にザブングルのすぐ未紹介をしたので1年越しの全塗装ですね。そうですね。それでは早速作品を見ていきましょう。We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two. デザートカラーに塗装するにあたってスプリッター迷彩にしてみました。今回のミッション1、デザートカラーのスプリッター迷彩で塗装すること。茶色系の部分は缶 100%、缶 50% プラスヘキサデザートイエロー 50%、ヘキサデザートイエロー 100% で塗装しています。劇中では2機しか登場していませんが、他にも同型の機体が20機弱程度生産されたとする資料も存在するので、こんなカラーリングのザブングルもあっていいんじゃないかなとすずすずが思い、このような仕上がりになりました。ここはカーキで、このグリーンの小緑色中島系 50% プラスカーキ 50% で塗装しました。関節フレームや手はファントムグレー、タイヤはタイヤブラックです。敵本体はネイビーブルー、弾頭は MS レッド、目やセンサー部はライトステンレスシルバーの上にクリアグリーンで塗装しました。このフレーム部分はライトステンレスシルバーです。塗り分けはこのようにマスキングテープを使用しました。ここはガンメタルです。今回のミッションに合わせ目消し、あとはめ加工、大腿部はあとはめ加工と合わせ目消しをしました。右があとはめ加工を施したものです。このように間仕切りを取り除きます。フレーム部分も右のように角を取り除きます。そしてフレームをこのように滑り込ませます。後ほど言及いたしますが、あとはめは右が成功し左が失敗に終わります。合わせ目消しはこのように問題なくできました。接着剤でパーツを接着、合わせ目にパテを盛り、乾燥後にヤスリ炊きをしました。硬い部は質関節付近のこの部分だけ合わせ目消しを行いました。一度全体を塗装し、パーツを合わせてからこのように合わせ目部分をパテで埋め、ヤスリで表面を整えてからこの部分だけ再度塗装しました。これは成功したのですか、それとも失敗ですか？失敗です。後ほど説明しますね。前腕にも合わせ目消しを行いました。中関節付近の段差もパテで消しました。H26 と中関節のフレームを C3 と C2 で挟んで接着しました。その後に中関節のフレームをマスキングしました。H26 はマスキングを行いませんでした。今回のミッション3、30mm ライフルにスコープをつける。このように金バイス用センターガイドと金バイスで中心を割り出します。次にスピンモールドで直径 1.5mm の穴を開けます。直径 1.2mm の H 合図に塗装します。H 合図をスコープ部につけます。今回のミッション4、筋彫り。大腿部の合わせ目を消して新たに筋彫りを施しました。今回のミッション5、水転写でカールを貼れ。声優大賞のデカールは目測で貼りました。今
回のミッション6、段落ちモールド。ここはダンモの 0.3mm で段落ちモールドを作りました。段落ちモールドを際立たせようと一部モールドを消去しました。今回のミッション7、筆塗り。ここはエナメル塗料のガンメタルで筆塗りしました。ここもガンメタルで筆塗りです。組み上がると見ることはないですが、ここもガンメタルで筆塗りです。ここもガンメタルです。ここもガンメタルです。ここの内部はブラックで筆塗りです。ここもガンメタルで筆塗りです。ここもです。このライト部分はエナメルのチタンシルバーで筆塗りしました。このような網目模様のところはブラックで筆塗りです。ブルーエポン状態はとても迫力がありますね。このキットを見てお分かりいただけると思うのですが、とてもモールドが多くしっかりしているので見応えがありますね。このパーツはうまくはまらなかったので、パーツの先端をカットしました。残念ポイント1、アンテナプラン。ご覧のように少し揺すっただけで右のアンテナが動きます。塗装した結果、アンテナパーツに厚みが生じたのか、うまく定位置に収まらなかったので、一部カットしたらカットしすぎてしまい、プランになってしまいました。残念ポイント2、上腕のディテール除去。段落ちモールドを際立たせようとモールドを除去したのですが、そのまま残しておいた方が良かった気がしています。残念ポイント3、硬いの合わせ目消し。この部分は合わせ目消しをしようと盾を持ったのですが、表面処理がうまくできず、メタルパーツを貼って隠しましたが、そのメタルパーツもうまく貼れませんでした。メタルパーツはプライマーを塗布し、その上からラッカー塗料で塗装しましたが、触るとすぐに塗装が剥がれてしまいました。残念ポイント4、筆塗り。近くで見ると筆塗りしたところにはムラが生じているので、エアブラシで塗装した方が良かったかなと思っています。エアブラシの場合はマスキングが難しいので、どっちを選ぶか難しいところですね。残念ポイント5、後はめした時に生じた力でパーツが一部割れてしまいました。後はめの時に力みすぎたのか、後はめ加工が不十分だったかですね。まだまだ未熟なスズスズなので残念ポイントがたくさんありますが、キットのクオリティがとても高いので作ってよかったとは思っています。今回の残念ポイントが次の作品に生かすことができればいいですよね。そうですよね。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。励みになりますので、高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。またお会いしましょう。